朝。今日のスケジュール。真っ白。また。了解。最後に仕事をしたのって、いつだっけ？ワン、ツー、スリー、フォー。いい感じにできた。次はもう少し。声。誰かと話をしている。マネージャー。入ってもいい？うん。私のこと話していた。少しだけ。関係ないならいいな。それで、話があるって言われてきたけど、何？ユニット休止？再開のめどはついているの？決まったことなら仕方ないから。休止は分かったけど、私の活動はどうなるの？そうなんだ。どんな提案？指導？できなくはないけど、空き時間でってこと？もしかして、トレーナーになれってこと？これを受けなかった場合、私の仕事は？お世話になった事務所だけど、このままここにいても、私は、私、事務所を辞めようと思っているの。
とは思う。それはごめんなさい。でも決めたことだから。それじゃあ手続きよろしくお願いします。そうだ、ユニット解散するから。これでいい。ううん、なかなかいいところが見つからなくて。お誘いは嬉しいけど、ごめんね。そっちは最近どうなの？うん。やりたいこと。なぜうちの事務所を？ここでなら私の目指すアイドルになれると思ったからです。君の目指すアイドルとは？歌とダンス、パフォーマンスで感動を与える存在。そんなアイドルになれるのなら、私は何でもしようと思っています。そうか。失礼。私だ。すぐに来られるか？会わせたい人がいる。甘井社長なら外せない別件があるって事務所を出られたけど。明けたみことよろしくね。私所属していた事務所を退所したの。だから翼プロのオーディションを受けたくて。そうしたらプロデューサーを待つように言われたんだけど、君が？そう、よかった。それで翼プロではアイドルを所属させるにあたってどんなテストをしているの？歌？ダンス？それ以外の何か？一通り準備はしてきたつもり。もちろんそのために来たんだから。私アイドルになりたいの。死ぬほど。どう？他にも必要なことがあれば。
これからよろしくね、プロデューサー。びっくりした。そうなの？ごめんね。ずっとスマホ見ていなかった。何か用事？もしかしてここのレッスン室、夜は閉めないといけなかった？昨日できたことが今日絶対にできるとは限らない。だから毎日同じように練習するの。納得できる形になるまで。それが本当にできるってことだと思うから。翼プロって優しいんだね。でも前の事務所にいた時は毎日こうしていた。周りの子たちもみんなそのくらい難しくて切実な夢だと思うから。自分のなりたいアイドルになるってことは。心配しなくても大丈夫。体調管理はしっかりしているもの。それに私、みんなに感動を与えるようなアイドルになれるなら、そうなれるなら死んだっていいの。ありがとう。ならそれまでにもっと上手くならないとね。久しぶり。元気だった？そうなんだ。またね。私たちも行こうか。
前のユニットのこと？ありがとう。でも気にしなくていいよ。もう別の道を歩いているってだけだから。びっくりした。音源審査の次は実技審査だから、会場のイメージも掴んでおきたくて。電気つけていればよかったね。葉月さんがここを貸してくれたんだけど。私も知らない人が急に入ってきたのかと思ってびっくりしちゃった。それが家のモニターつかなくなって。10年近く使ってきたせいかな。上京してからいろいろダメになってもおかしくない頃だよね。私ね、北海道で生まれて歌手になるために14歳で東京に来たの。その時はただ歌いたいって気持ちでね。事務所で研究生としてレッスンを受けるうちに歌って踊りたいになって、先輩のステージを見たり後ろで踊ったりするうちに、だんだん自分のステージで誰かを感動させるような、そういう存在になりたいって思ったの。自分の夢に気がついてからはとにかくデビューしようって必死だった。上京してきてこっちの学校に通っていたけど、学生時代の思い出なんて全然なくて、記憶の中はほとんどレッスン室の背景なの。笑っちゃうけど。何回もデビューのチャンスが来てダメになって、その繰り返しだから。デビューしてユニットの歌が CD になった時、夢みたいだった。だけど結局なりたいアイドルにはなれなかったの。その時はね。そう、前の事務所とはいろいろ違って最初は驚いたけど、でも別に悩んだりはしてないの。だって私にはもうこれしかなくて、他に悩むような選択肢なんて一つもないから。前にも言ったけど、やっぱり私目指してる通りのアイドルになれるなら死んでもいいって思ってる。
もし選べるなら、その時はレッスン室よりステージがいいな。大きくて眩しいステージがいい。そうだね。プロデューサーを連れて行ってあげないと。それまでは死ねないね。私もそう信じているの、ずっと。でもプロデューサーが一緒に信じていてくれるなら、本当にいけるような気がする。もっと大きなそれも悪くないかもね。ワン、ツー、スリー、フォー。そう。努力が必ず報われるとは限らないと思うの。それを今まで何度も何度も思い知って。だけど私にはもうこれ以外はないの。レッスン室行ってくる。ユニットを解散して事務所を移籍して、それでも私は明るい場所に行けないまま、ここで終わるのかな。今の少し遅かった。もう一度。
次の曲。プロデューサー？来ていたんだ。ごめん、また気づけなくて。集中していて忘れたみたい。ダメだね。体調管理できていなくて。ごめんね。多分焦っていたんだと思う。今までもずっと完璧だったとか一番上手って言われてきた。だけどいつもそれじゃダメだった。デビューする前も後も実力なら一番って言われて。でも重要なのはそれじゃないんだって。完璧じゃない方が応援したくなるし、歌えなくても踊れなくても見た目が良くて個性があってキャラが立っていて押せればいいんだって。私はそうなれなかった。もしもこの先ライブに出られたとして、その後も私本当にステージに立たせてもらえるのかな。また歌が上手いだけの子、ダンスが上手いだけの子になって、それでパフォーマンスでみんなに感動を与えるようなアイドルになりたいなんて、本当は誰もそんなこと求めていないのかもしれない。ねえプロデューサー、アイドルってどうやったらなれるんだろう。難しいね。そうかな。それってプロデューサーの思う私の魅力？そうなんだ。ありがとう、プロデューサー。
私一人ではここまで来られなかった。きっと死ぬまで。ありがとう。こんなに大きなステージに立たせてくれて。お礼を言われるには少し早いんじゃないかな。だってライブはこれからだから。プロデューサー、私もっと早くプロデューサーと。ううん、多分今だったんだね。あ、そう。おはよう、プロデューサー。ありがとう。でも、練習している方が落ち着くから。うん、いただこうかな。そっか、よかった。でも、喜んでばかりはいられない。まだ始まったばかりだから。うん、一緒にね。